学の法学片山です。今日は身近なアクセシビリティ調査エレベーター開閉ボタン編ということで、今日は街中のエレベーターの開閉ボタンに注目してアクセシビリティしっかりしてるのかっていうところを調査していきたいと思います。そんなこんなでね、今日この T シャツもしかしたら気になってる方も多いかもしれないんですけど、 GAD ガードっていうグローバルのアクセシビリティカンファレンスでお話をさせていただいた終了直後になります。アクセシビリティの話を約40分間ブワーッとこうした後に YouTube チャンネルを撮ってるわけなんですけど、舌がブラ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 って今なってる状態です。いい動画が撮れるんじゃないかと思うんですけれども、株式会社法学は日本各地いろんなとこに住んでるメンバーがいるんですけど、各地のメンバーエレベーターのボタンをちょっと取ってきてくださいと言いまして集めてきてもらいました。あなたが今思い浮かべたエレベーターの開閉ボタンってどんなものでしたか？三角形が内向きになってるものとか、一見ちょっと分かりにくいなって思うやつとかがあったりすると思うんですけど、どんなボタンがあるのか一つずつ見ていきましょう。まずはとある家電量販店での開閉ボタン、ガラスの板みたいなところの後ろ側に三角形がこうあって、外向き内向きになってるんだけど、これはどっちがどっちなんだか分かんないよね。若干このビニールみたいなやつが破れてるのがこっちが開けるんだなってことが分かるというか、みんなこうやってやるからね。結構でもこういうね、分かりにくかったり、あとは展示がなかったり、そして立体的とかじゃなかったり、サイズとかも色とかも同じでもう全く差分がないっていうものって結構ありますよね。そして川崎駅のショッピングモールのエレベーター、これは展示もあるし、あとは凹凸もあって、さらに色違いもあってすごく分かりやすいですよね。この開くは緑色でオレンジになってるのってなんでなんだろう。閉まるじゃなくて開くを色付けしてるのってなんかあるんですかね。防災的な意味合いであるのかしら。閉じ込められた時に開く方が重要、開くを押す必要の方があると。なるほどね、開くを押した方がもしかしたらかもしれないみたいなってこと。そんなことある？開く必要の方があるじゃないですか。まあ確かにね、高い延長とかあるしね。確かに確かに。そして川崎駅は開くの方が長丸なんですよ。確かに開くがちょっと長丸になってるから分かりやすいですね。丸がこう開くってなるとちょっとこう長丸になりますよね。確かにこれは分かりやすいかも。意外と閉まるだとキュッて感じがしますもんね。南千住は割とよく見るスタンダードな感じ。これもでもよく見るとちょっと長くなってますね。ちょっと長くなってると開くって感じがしますよね。色も緑と黒になっていて、三角形のやつもこの凹凸があったりとかして、目の見えない見えにくい人でも触ったら分かりやすいのかなっていうふうに思います。展示もあるしね。この展示の収まり方いいですね。この開くボタンのこのカーブに沿ってシールがこうされていて、最初から展示が貼られるってことが想定されているような、そんな作りを感じますね。そして北久里浜、分かりやすくは見えるんですけれども、展示の位置が隣とか真上とかじゃなくてこう斜めにあるんですよね。これってどうなんだろうってスギちゃんともさっき話してたんですけど、こう斜めになっていることによってこう横にスライドさせたり縦にスライドさせた時にあれないぞっていう風にならないかなっていう心配は少しありますよね。これ後付けなんじゃないかと。例えば開くボタンと閉めるボタンの間のここにスッて入れられなかったもんなのかな。ずれてさ、粘着面みたいに見えるから、もしかしたらなんかという妄想です。確かにそうかもしれないですね。そしてスポーツセンター、開延長ボタンがあります。形が同じ分展示は必須になりますよね。この開延長とか開くとか閉まるってところも、これは少し彫ってある感じ、へこんでる。私さっき思ったんですけど、この展示のところの下に開くとか閉まるって白い文字で書いてあるんですよ。これは何を意味してるんだろうね。展示だからいじくったりとかしないでねとか、ガシャガシャやらないでねとかっていう意味合いでつけてるのかな。展示とひらがなが併用されてるのってなんかあんまなくないですか？開くが緑で分かりやすいんですね。これ全部丸ですよ。そう、全部丸だね。伸ばしてたらもっと分かりやすかったかもしれないですね。屏風浦駅、開く閉じる開くもやっぱり横に長かったりしますよね。結構これは凸凹がしっかりあるというか、街がしっかりあるっていうか、触って分かりやすいものかもしれないですね。最後に先日韓国に私行ってきたんですけど、その時に見つけてきたエレベーターです。これは開くボタンしかないっていう、日本だとあんまり見ないものでしたね。でもちゃんと展示はついてて、ボタンの中に展示がついてるんですよね。日本ではトイレとかでは見るけど、あんまりエレベーターでは見ないような
やり方なのかなって思いましたね。やっぱ開くが重要なんで、開くが重要なんですね。閉まるときは勝手に閉まる。あ、そっか。わかんないまあ、確かにね、勝手に閉まるしみたいな。はい、そんな感じでざっと開閉ボタンをいろいろ見てみたんですけれども、普段ねこう何気なく押しているボタンってこう配慮とかデザインの工夫っていうのはやっぱり詰まっていたんじゃないかなと思います。特にね見るまで全然気づかなかったんですけど、開くっていうボタンはこのちょっと長いっていうことがたまにあったりするっていう、これはちょっと初めて知りましたね。そうやって直感的に分かるものとかっていうのもアクセシビリティにつながってくるんじゃないかなって私は思うんですよね。次は音声案内とかにも注目してみようかな。例えば男子トイレは右方向ですとかあるじゃないですか。横断歩道を渡るときとか。駅のエレベーターを入った方と反対側が開きますみたいな言うとこあるよ。あー、そうなの？あれ知らないですか？入った側とは別が開きますってホームで言われるの。へえ、知らなかったです。まあそういうのもね、ちょっと集めていきたいなと思います。改めてこの機能とか見やすさに注目していくと、また新たな視点でね、日常を見ることができるかもしれません。皆さんの周りで、これは分かりにくいかも、これは展示が足りてないかも、これはもうちょっとこういう風にしたら分かりやすくなるかも、思った場所があったらぜひコメントで教えてください。じゃあまたお会いしましょう。